美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。はい、今日はですね、部員さんに人気の脱毛企画ということで、コロナが落ち着いたらね、またキャンペーンやってくださいっていう声をたくさんいただいていたので、もう今しかないということで、いつも通わせていただいている銀座ファインケアクリニックさんにお願いして、また YouTube 限定キャンペーンを作っていただきました。肌寒くなって人肌恋しくなる季節ですが、こんなガサガサちょりちょりお肌で触れ合ったら惹かれてしまうってお悩みも多い時期ではないでしょうか。私も最近は肌が綺麗とか脱毛してるのとかお褒めの言葉をいただいたり、お肌の質問をいただく機会も増えてきたんですが、学生時代はね、ほんとお父さんのヒゲみたいな毛が生えてお肌もガッサガサな時代がありました。ということで今日は久々の脱毛動画なので、改めて部長の脱毛の歴史を軽く紹介して、脱毛の効果を上げる行動下げる行動っていうのをご紹介して、最後にキャンペーンのお知らせをさせていただければなと思います。キャンペーン情報はよっていう子さんの皆様は前半はすっ飛ばしてもらっても大丈夫です。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴー。いや本当はね、生まれつき毛が薄くてって顔して隠しておきたかったんですが、それじゃ何の参考にもならんということで、黒歴史をお話しします。今でこそね、全く自己処理とかしなくてもツルツルお肌をキープできるようになりましたが、もう一時期学生時代は本当に濃い毛とちょりちょりガサガサしたお肌に悩まされて、毎日自己処理にね何時間もかけていました。でももともと遺伝的に濃かったとかいうわけではないんですよ。やらかしたのは小学校高学年頃ですね。洗面台にあった T 字のカミソリを好奇心でね、腕とか足に使ってみたらツルンツルンになって、おーこれいいじゃんと学校とかで自慢したりとかして、生えてきては剃ってっていうのを繰り返していたら、いつの間にかね、肌はひび割れた大地かのごとくガサガサになって、その大地をも貫く屈強なおけけしがハイスピードで生えてくるようになったんですよ。もう朝剃っても夕方にはちょりちょりしているっていう、本当にもう世のお父さんのような悩みを抱えていた学生時代だったので、少しでもね生えてくるスピードを遅くするために除毛クリームとか脱色剤とかにも手を出したんですけど、私肌が弱いので、そういう化学薬品系は肌がかぶれちゃったりとかして、最終的にはね毛抜きに落ち着いて、一本一本時間をかけて痛い思いして抜いていました。こんなもう魔女のような自己処理脱毛生活が8年間くらい続いて、やっとね医療脱毛の存在を知って、18歳くらいからかな、最も悩みだった脇と膝下だけ確か通い始めると、3回くらいであっという間に膝下生えなくなったんですよ。膝下が一番濃い毛が生えてたんですけどね。で、自己処理時間もかなり短縮されて、お肌もツルンツルンに復活しました。ただね、10年前の医療脱毛は膝下だけで6回コース14万とかだったかな。もう高いし痛いし、チェーン店とかでもなかったので、引っ越しのタイミングで辞めて、友達がエステ脱毛で働き始めたので、エステの方が安いし痛くもないらしいっていうことを聞いて、そっちがいいじゃんと思って、一回医療からエステ脱毛に乗り換えました。が、確かにね、エステは1回1回のお値段は医療よりかなりお安いし、痛みも弱いんですけど、その分かなり時間がかかっちゃうんですよね。説明ではだいたい12から18回くらいで完了する方がほとんどですとか言われたんですけど、個人差もあるとは思いますが、私の場合は10年くらいは通って30回以上は当てましたけど、やっぱり医療行為ではないので、毛母細胞っていうのを破壊して完全に毛を生えなくさせるっていう行為は禁止されているので、あくまでエステだと細くなっていくだけで、しかも夏とかになれば細くてもね自己処理しちゃうので、その都度傷ついてなのか少し濃くなって、冬場になったら自己処理の頻度も減るので薄くなってっていう繰り返しで、これ本当に終わるのかとふとね疑問に思ってた頃に、今の銀座ファインケアクリニックさんと出会って、半年56ヶ月くらいの間に3回受けたら、もうねレベチな勢いで生えなくなりました。その過程は動画にも残しているので、気になる方は見てみてほしいんですけど、やっぱり医療のパワーは違う。早い。しかもね、それだけパワーが強いと結局じゃあ痛いんじゃないかと思うかもしれないんですけど、ここのクリニックさんは最新機器で冷気がね一緒に出てくるので、なんかすごいね不思議な感覚なんですよ。痛いのと熱いのと冷たいの、それぞれの感覚は分かるんですけど、全てが打ち消し合うから、
痛くないんですよねもちろん体の1割くらいの箇所はちょっと覚悟を決めなきゃいけないような箇所もあるんですけど、9割くらいは無痛だし、我慢できない痛さでもないし、これでこんなスピードで自己処理の無駄な時間も解放されてツルツルお肌になるなら全然我慢できます。医療脱毛とか聞くとね、ちょっとお堅い感じで、やったことないよっていう方にはどういう感じっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっと先日ね、初めて新宿園さんの方にお邪魔させていただいたので、プライベートでドすっぴんですけど、軽く様子をご覧ください。どうぞ。ほい、今日は銀座ファインケアクリニック新宿園さんに初めてやってきました。相変わらず綺麗。こんな感じ。行ってきます。新宿園のパウダールームですね。すごい、リファがある。使ってみたかったやつ。はい、こんな感じであんまり混み合ってるところは見たことないし、予約もいつもスムーズに取りやすいですし、内装も可愛くてこう緊張する病院感っていう感じもなく、すごく通いやすいです。あとやっぱりお医者さんもいてくれるし、看護師さんたちも皆さん国家資格をちゃんと持たれているので、やっぱり安心感が違いますよね。そんなこんなで私は元から薄毛の美肌だったわけではなく、10年以上ね、100万円近く失敗を繰り返して今があります。みんなにはね、こんな失敗をしてほしくないから、ここからは脱毛の効果が変わる行動についてお話ししていきたいと思います。はい、ということで脱毛の効果を下げる NG 行動としては、1つ目が肌に強い刺激を与えること。先にも紹介したカミソリや毛抜きでの脱毛。肌が弱い人は除毛クリームとか脱色剤もかな。あと紫外線ですね。こういった肌に強い刺激がかかり続けると、体は肌や内部組織を守ろうと毛の成長をね、促進させちゃうので逆効果になります。そして2つ目がホルモンバランスや自律神経の乱れ。自己処理方法や紫外線対策は大人になればある程度学んでいる人も多いかもしれませんが、ホルモンバランスの乱れはね、意外と落とし穴で、私も最近学んだんですけど、人は性別関係なく男性ホルモンも女性ホルモンも持っていて、そのバランスが乱れると男性ホルモン優位になっちゃったりとかして、毛が濃く太くなることもあるんだそうです。気をつけるポイントは、ストレスをためすぎないこと。全くためないのはね、このご時世難しいと思いますけど、なるべく無理せず、もうすぐ悩みができたらもう紙に書き出すとか、信頼できる人に聞いてもらうとか、もう歌うとか、発散方法をたくさん持っておくこと。そして睡眠不足にならないように良質な睡眠を心がけ、自律神経の乱れを防ぐこと。そして食事。お米とかお肉は男性ホルモンを活発にするそうで、美味しいけどね、取りすぎには注意しつつ、女性ホルモンを活発にさせる納豆、豆乳、豆腐とか大豆イソフラボンやアボカド、ナッツ、ほうれん草などのビタミン B6 や E を摂取することが大事です。熱心に動画を見てくださってる方はね、なんかバストアップと似てるなぁと思われたかもしれませんが、さすがその通りでございます。生活習慣を整えて女性ホルモンを活性化させれば、胸だろうと毛だろうとどんどんね、女性らしい美ボディへと変わっていくんですね。そうだから、せっかく高いお金払って脱毛に通っても、ホルモンバランスや自律神経が乱れるような、心も体もストレスマックスな生活を送っていたら、毛がなくなる速さにも影響が出てきて、お金もかかるわ、健康にも良くないわっていうことになってしまうかもしれないっていうお話でした。そういえばね、私も日中逆転生活が続いていた頃に、久々にエステの脱毛のチケットが1枚残っていたので行ってきたんですけど、もう医療脱毛でほぼ産毛レベルになっていたはずなのに、なんかね、またちょっと濃くなったんですよ。お医者さん曰く、エステ脱毛は毛母細胞を破壊しないので、機器によってはただただ刺激になっちゃって逆に活性化することもあるとのことなので、そのせいなのかホルモンバランスのせいなのかは謎なんですけど、皆さんにはね、より早く安く効果を出してもらいたいので、脱毛行ってみようっていう決心をされた方は、ぜひ生活習慣という落とし穴にもお気をつけください。はい、ということでお待たせしました。最後に YouTube 限定キャンペーンのお知らせです。いつも通り佐久間みおの
YouTube 見たで予約すると医療脱毛全身3回コースが10万円を切る9万7000円、月々だと3000円から受けれるようになります。パッと値段だけ聞くとこれでも高額に感じますが、本気で脱毛に悩まれていろいろ調べてみた方とか今日の動画を全部見てくださった方はこの破格さが伝わると思います。私も15年前に出会いたかった。本当に絶対人生の貴重な時間の方が高額だと思いますからね。前回同様こちらのキャンペーンは動画下の概要欄に貼ってある URL からのみ、通常のホームページには現れない YouTube 限定の秘密のバナーが表示されますので、そこのページから予約しないとこちらのキャンペーンは現れないのでお気をつけください。ご予約される場合はその他の欄に佐久間美代の YouTube 見ましたとか書いておくと見落としなくキャンペーン適用されるかなと思います。まだ寒い季節ですけどね、猛周期の関係で1回打ったら次の施術まで1ヶ月半から2ヶ月くらい間を空けないといけないので、3回完了するのはちょうど上着がいらない季節になってると思います。中には1回当てただけでもう生えなくなったっていう方もいらっしゃいますし、肌質とかはねかなり違い効果を実感できると思いますので、肌の触れ合いの多い人肌恋しいこの季節はパートナーさんのためにもね早めに行かれるのもおすすめかなと思います。3回で本当になくなるのとか、粘膜部分にも当てれるとか、マニアックな細かい質問は前の動画でも答えていますし、クリニックさんを予約する時に不安なことは全部聞いてから予約すれば安心かなと思います。破格とは言ってもねホイホイ払えるような額ではないと思うので、不安があるままカウンセリングを受けたらなんか無理やり勧誘されてるような気分にもなるでしょうし、不安なことはしっかり事前に質問すれば優しく答えてくださるので、安心して佐久間割を活用してきてください。ということで今日の動画も参考になりましたらグッドボタンや入部届、コメントで感想やリクエストもお待ちしています。それではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。いやー、人肌恋しいこの季節、お肌を気をつけて大好きな人とハグの前に LINE が返ってこないんです、寂しくて死にそうとか、なぜだか夜は無性に寂しくなってポエムツイートしたり、好きな人に翌日見返して後悔するようなカマチョ LINE を送ってしまうんですって方はいないですか？私もねたまに友達とかにやらかします。特に困ったこともないはずなのになんで急に寂しいんだと気になりまくった部長は調べました。理由を知るとね、なんだって少し元気になれたので、今日はおまけトークということでそんな同志のために送るプチ研究結果の共有です。1つ目は秋冬になると日照時間、日が照ってる時間が短くなるので、日の光を浴びることで発生する幸せホルモンセロトニンという脳内物質が出にくくなっちゃって、そもそも気持ちが落ち込みやすくなります。そして2つ目が体温と感情ってリンクするらしくて、体温が下がると本能がね命の危機を感じて無意識に温まらなきゃって人肌を求めるようになります。でもすぐには手に入らないから本能が不安を感じてせかし出す。それを脳が誤認して私も寂しいという迷惑な感情を連れてくるっていうただの生理現象なので、おい私の脳大丈夫だ、死にやしない、暖房つけて風呂に入って温まってやるから待っとけと慌ててる脳をなだめてあげると少し強くなれます。ではまた。